今日なんですけども、今日はシンガポール在住日本人の晩ご飯1週間を紹介したいなというふうに思います。うちは、旦那さんが夜仕事しているので、晩ご飯は私一人でいつも食べています。でも旦那さんの分の夕飯も作って置いておくっていう感じなんですけど、基本私は一人ご飯なので、めっちゃ適当です。なのでもうめちゃめちゃ普通の家庭料理で、この物価の高いシンガポールでどんな風な食事を家庭ではしてるのかっていうのをちょっと紹介できたらなっていうふうに思います。始まるよ。今日の夕飯でございます。今日はじゃじゃん、鶏ももとレタスのオイル煮みたいな感じ。あとこれは昨日の残りの大根とこんにゃくの炊いたやつ、おでんみたいなやつ。今日は赤ワインです。まずはチーズを食べる。サラダを盛り付けます。湯がいてあったキノアの食べる。リュウジのバズレシピのチキンとレタス。美味しい。美味しいレタス。チキンはそのままじゃなくて塩麹してた。うまい。このレシピめっちゃ美味しい。今日の夕飯を紹介します。鮭のホイル焼きです。そしてこれがサラダです。今日も一日お疲れ様です。冷えすぎ。ブラッターチーズとトマトの組み合わせがめっちゃ美味しいよね。ホイル焼きです。ホイル焼きはめっちゃよくする。もう楽で、これがこんなにしてエシレバター、美味しそう。ちょっと醤油を、レモンもうちょっとかける。ドライディルですね。パラパラと。美味しい。今日の夕飯です。お昼ご飯の残りのラタトゥイユです。あと私はこれにパンを全然焼けてる。お疲れ様です。このラタトゥイユにはパルメザンチーズをよいしょ。よし、どっさりかけていきます。このパンも美味しい。このパンこんなんです。今日の夕飯です。今日は日曜日なんですけども、さっき撮影に行ってて、で今日は旦那さんが休みなので一緒に撮影についてきてもらって、今夕方帰ってきたとこです。でそれで今からちょっと夕飯を用意します。氷あるよ。レモンの種取ってないんや。もういいよ。ガラミガラ。料理直してよ。日曜日お疲れ様です。乾杯。めっちゃ美味しい。チリソーダの方が美味しいでしょ。すっきりして。今日の夕飯です。今日は適当なサラダと昨日の残りのラタトゥイユ3日連続、あとパンとチーズで、ムール貝のパスタです。すごい。ムール貝のパスタ見て、すっごいモリモリです。今日の夕飯です。今日はカレーです。ということで、今日は私が友達と今からディナーに行くので、旦那さんのご飯がカレーです。でも私あんまり日本のカレーがあんま好きじゃなくて、だから私が夕飯を食べないときは我が家はカレーが多いです。みんなもそんな感じの傾向ある？お母さんが夜出かけるときは子供たちにカレー置いとくみたいな感じじゃない？ということで、花金行ってきます。こんばんは。今日の夕飯です。今日はね、じゃじゃーん、新しいエプロンが
届きました。かなです。ほうれん草のおひたしとパプリカときゅうりとオクラのとアボカドのなんかで、これが鶏肉のひじき煮で、サバは、冷凍サバなんですけど、1人1枚食べて、あとは冷凍しときます。今日はなんか日本酒を。今日も一日お疲れ様です。美味しい。はい、今日の夕飯です。今日は珍しくビール飲みます。いただき物です。ということで今撮影したんでお疲れ様です。久しぶりにビール飲んだの美味しいな。トマトと、アボカドと納豆の和え物です。旦那さんにはトマト1個、私は今日もうあまりにもお腹空いてて作るのがめんどくさかったから、ちょっとこういうの買ってきました。スーパーでこういうで、ちょっとこれだけだったらあれなので、豆苗をさっと湯通しした豆苗をたっぷりのっけて、私は骨のとこをメインに、旦那さんは食べやすいところを譲ろうかな。さあこれどうかな、食べてみる。甘辛い、なんか照り焼きみたいな感じの味だけど、ちょっとなんかやっぱちょっと中華っぽい感じ。このチリソースやばい。開け口がこれをすっごい、これなんか結構ブルンブルンのなんていうの、ゼリーっていうの、油かな。チリソース美味しい。家でどうかなと思ったけどいいね。はい、今日の夕飯です。今日はなんか漁師風の魚のオリーブ煮かなんか、そんな感じのやつ。これもうめっちゃ簡単なレシピで、なんか野菜ぶっこんで好きな魚を入れてオイルで煮るっていうだけのレシピなんだけど、こんな感じの盛り付けです。ということでボナペティ。食べていい？どうぞ。いただきます。美味しい。すっごいシンプルな味。もっとお野菜とか美味しい国に住んでたら美味しいんだろうね。でも魚の旨味がギュッとしてて美味しい。